こんにちは、桜井です。今日のテーマは、静かなビットコイン市場の裏で、実は何が起きているのかという話です。結論から言います。今の暗号資産市場は FOMC の利下げを目前に控えた嵐の前の静けさです。価格は動いていませんが、裏側ではクジラが動き、レバレッジが膨らみ、次の大きな変化の準備が始まっています。では、なぜ今、このタイミングが重要なのか、それを順を追って見ていきましょう。ここ最近のビットコイン相場、静かだと思いませんか？クジラが3億ドル以上のビットコインを買い込んだというニュースが出たのに、価格はほとんど動かない。しかもその裏では、デリバティブ市場のレバレッジ総額が過去最高の400億ドル、つまり日本円で約6兆円近くにまで膨らんでいます。普通ならこれだけポジションが積み上がれば、どちらかに一気に動いてもおかしくありません。でも今はまるで張り詰めたゴムのように静かに、しかし確実にエネルギーが溜まっている状態です。皆さんが感じている疑問も同じだと思います。なぜこんなに材料があるのに動かないのか、その理由を理解するためには、まず現在の市場の心理、これを知る必要があります。では、オンチェーンデータを見てみましょう。今、ビットコインの供給のうち、なんと 83.6% が含み益の状態にあります。つまり、ほとんどの保有者がプラスで持っているということになります。普通だったら、これだけ利益が出ていると、利確の売りが出て、上値が重くなる。しかし今回は違います。売りが出るどころか、むしろ保有が続いている。なぜか、クジラ、つまり大口投資家たちは短期ではなく次の流れを見ているからです。ここで注目したいのが FOMC、アメリカの中央銀行である FRB がついに利下げに踏み切る見通しです。25ベーシスポイントの引き下げがほぼ確実視されています。利下げと聞くと、経済にとってポジティブな印象を持つ方も多いと思います。金利が下がれば借りやすくなり、お金の流れが活発になる。そしてリスク資産、つまり株式や暗号資産にも資金が流れやすくなる。でも、ここに一つ意外な事実があります。多くの投資家がこの利下げをすでに織り込み済みなんです。つまり実際に利下げが発表されても、それもう分かっていたよという反応になる。結果として一時的に材料出尽くしで下がる可能性すらあります。しかし、ここがポイントです。その下げこそが AI とクジラにとって次の仕込みの場になる可能性が高いんです。僕はこれまで何度も FOMC 前後の相場を見てきましたが、特徴的なのは一瞬の下落とその後の急反発です。過去のデータでは利下げ直後にポジション整理の売りが走り、レバレッジの生産が起きる。でもその直後に AI アルゴリズムが自動で買いを入れて流動性を拾う。結果的にわずか数時間で価格が反転するケースが繰り返されています。だから今、静かであるということがチャンスなんです。クジラも AI も動かないのではなく、待っている。次の波を狙って沈黙しているだけなんです。短期的に見れば、ビットコインは11万ドル前後でのレンジを形成しています。一方で、イーサリアムも同じように小幅な動きですが、アナリストの間では注目のラインがあります。それが4300ドル。この水準を回復すれば AI トレードが一斉に買いを入れる可能性がある。いわば高速上昇ゾーンです。そしてもう一つ、意外と見落としされがちなのが XRP です。XRP は 2.63 ドルまで上昇し、取引量が前週比で 26% の増。しかも取引所の残高が減少しています。これは売りに出すより保有して引き出す人が増えているということを意味します。つまり XRP も静かに蓄積が進んでいる。目立たないところで次の上昇の準備が進んでいるということになります。さて、ここまで聞いて結局どうすればいいのと思われるかもしれません。今は焦って動くよりも次にどう動くのか、これを見極める局面です。短期的には FOMC の発表後に一瞬の下落が来る可能性があります。でもそれが底打ちとなり、そこから反発するなら年末に向けて上昇トレンドに入る。そこから反発するなら年末に向けて上昇トレンドに入る。そういうシナリオが一番現実的です。僕の見立てでは今後3ヶ月から半年にかけてビットコインは11万から12万5000ドルのレンジを突破するタイミングが来ると思っています。もちろん確実
実ではありませんが、マクロ要因が緩み、AI トレード資金が戻る流れが整ってきている。一方でリスクもあります。もし利下げが織り込み済みだった場合、期待外れで短期的な売りが出る。また、過剰レバレッジの生産が起きると、一時的に1万ドル単位で動く可能性もある。この揺さぶりに耐えられるかどうかっていうのが、今の市場で勝つための条件です。そしてここで少しだけ僕が使っている戦略のお話をしましょう。このように相場が静かで読みにくい時こそ AI トレードが有効です。ビットレード X の AI は24時間稼働しながらこうしたレバレッジや生産データを自動で解析していきます。なのでこれから相場が動きそうだから少し様子見だなという場合は AI デイリーというロック期間なしのステーキングを行い、待っている間も日利を得れます。そしてタイミングを見て買いに行ったり、売りに行ったりできます。待っている間も日利が発生するというのが結構よくって、焦って売ったり買ったりっていうのがなくなってきます。待っていても日利が発生するっていうのはね、いいんじゃないかなと思います。ビットレード X に関しては定期的に説明会をしていますので、興味のある方は聞いてみてください。直近は明日の20時からウェビナーをします。ウェビナーのリンクは概要欄に記載していますので、そちらより参加されてみてください。AI を味方につけるという考え方は今後投資においてさらに重要になってくると思います。はい。ということで、ここまでを整理しておきましょう。今、ビットコイン市場は動いていないように見えますが、その静けさの裏では、クジラの蓄積、AI の監視、そしてレバレッジの緊張が同時に進行しています。FOMC が終わった瞬間、その静けさが破られる可能性がある。それが上か下かまだわかりませんが、準備をしていた人だけがその波に乗れるはずです。次回の動画では FOMC の発表後、実際に市場がどう動いたのか、ぜひチャンネル登録をして次の動きを一緒に追っていきましょう。市場は常に不確実です。でも、その中で冷静に情報を読み取り、戦略を持って動ける人が資産を守り、増やしていける。僕はそう信じています。このチャンネルを通じて皆さんと一緒に資産を増やしていけたらと思います。はい。本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。